こんにちは。グリーンリーフトゥーリストクラブの和田敦です。大月圭です。弊社はアフリカ・ウガンダを拠点とする旅行会社で、ツアー、レンタカーなどの旅行サービスを東アフリカ全体で提供しています。本日より5回に分けて、ウガンダで一番高い山であり、世界遺産にも登録されているルエンゾリ山地を取り上げます。5109メートルという高さよりも、麓から山頂まで幾度とその姿を変える自然の多様性や神秘的な風景がこの山の魅力です。ルエンゾリ初回の今日は、ルエンゾリ山地の魅力についてお話しします。画面を切り替えます。ルエンゾリ山地の魅力をお伝えするにあたり、まずはその麓にあるクイーンエリザベス国立公園の説明から始めます。クイーンエリザベス国立公園は、ルエンゾリ山地の南側に位置し、ルエンゾリの麓に広がるサバンナの公園です。サバンナと2つの湖がこの公園の特徴で、標高は1000メートルほど。ライオン、ゾウ、バッファロー、カバなどの大型動物が生息します。また、この2つの湖に流れ込む川の大半は、ルエンゾリ山地を水源としています。では、ここからルエンゾリ山地国立公園内の説明に移ります。ルエンゾリの登山口の標高は1700メートルほどですが、そこからは麓の段々畑とは対照的な緑豊かな熱帯雨林が始まります。この熱帯雨林には樹高が30メートルほどの木々が連なり、多くの鳥類、猿、チンパンジーも生息します。標高3000メートルぐらいまでこのような木々の多い森林が続きますが、その後、竹林を経て背の高い木はだんだんと減っていきます。そして標高3000メートルを過ぎると、生えている木はヒースの1種類のみとなり、その一帯はヒースゾーンや雲霧林と呼ばれます。雲霧林は霧の水分で育つ苔がヒースの幹や枝の上で大きなコブのように成長することでできたもので、ルエンゾリらしい神秘的な風景の一つです。3300メートルくらいからは、ロベリアやセネシオなど巨大な高山植物が現れます。主にロベリアは沼地に、セネシオは山の斜面に生息しますが、この独特の形をした高山植物が霧に囲まれる風景はとても神秘的です。3800メートルくらいがこの山の森林限界で、それ以降は一切の木がなくなり、生息する植物はロベリア、セネシオ、永久花などの高山植物のみになります。その後、徐々に高山植物の数が減り、4300メートル以降は植物の一切ない岩岳の風景が続きます。標高4800メートルほどで氷河が現れ、最後の岩場を登ると、ルエンゾリ山地の最高峰5109メートルのマルゲリータ峰です。このようにライオンやゾウの住むサバンナに始まり、熱帯雨林、雲霧林、高山植物の生息する一帯を経て、最後岩場と氷河に終わる自然の多様性がルエンゾリ山地の特徴で、毎日異なる美しさを見せてくれます。氷河や岩場での登攀技術を使って登頂する楽しさ、不思議な形をした高山植物や神秘的に風景に出会う楽しさ、ルエンゾリにはいろいろな魅力があります。また、登山の経験や技術、登山の目的に合わせ熱帯雨林のみの日帰り登山、高山植物を楽しむ
山腹までの登山、登頂を目指す登山などいくつかの登山日程を作成することが可能です。以上、ルエンゾリ山地の魅力でした。本日はアルピニストの野口健さんよりルエンゾリの魅力と感想を語る動画を頂戴しております。野口さんは今までに2回ルエンゾリ山地を登山されており、マルゲリータ峰の登頂にも成功されています。ではご覧ください。どうぞ。はい、アルピニストの野口健です。皆さん、こんにちは。ジャンボ。ですね、僕もウガンダにはそうですね、2回行ってますね。で、僕は一時ね、ずっとアフリカの山をね、アフリカの各国回ってね、山をずっと登ってきました。去年もね、アフリカの山に行きましたけれども、僕ね、その中で、やっぱし一番僕が魅力的に感じたのは、やっぱしね、ルエンゾリですよ。もうヒマラヤなりね、世界中の山やっぱ登ってきましたよ。登ってきましたけど、その中でね、ルエンゾリは本当に特別で、地帯まずね、ものすごい湿地帯から入ってくるんですよ。もう踏み外すとね、腰ぐらいまでズボーンといくような、地帯、長靴を履いていくんですけどね。と、ジャングルの中ずーっと歩いてね、で、ルエンゾリはね、ほぼ人と会いませんね。2、3週間いましたけどね、一組ぐらいかな。しかもね、BBC の番組ですよ。そのクルーぐらいですよね。でね、ずっと下入っていくとカメラもたくさんいるしね、イメージで言うとね、ジュラシックパークにそのまんま出てくるような、そういう世界ですよね。まず人間の顔一切しね。ね。で、ずーっとジャングル地帯を抜けて高山植物とジャイアントセネシオって言いましたかね。超巨大なジャイアント、それこそジャイアントなんですけどね。ジャイアントセネシオがね、ザーッとあるんですね。もうキリマンジャロの日じゃないですよ。キリマンジャロはね、ポチポチですけどね、ルエンゾリはザッとありますね。ほんでね、途中から高山植物、そしてね、ガレ場に行って、最後氷河ですよね。ルエンゾリ5000ちょっとですけどね、登頂しましたけど、最後はね、氷河をずーっと詰めて氷河の雪壁を登ってね、登頂して、んでね、降りてきて、また湖があってね、誰もいない湖。避難小屋ありますけど、基本的に避難小屋で、避難小屋っていうか無人小屋ですね、に生活するんですけど、世界、まるで人間の香りを感じないね、世界がもう今でもね、やっぱふと思いますよね。またルエンゾリ行きたいなと思ってね、本当は、3月にこのコロナでネパールに入れないと。本当はヒマラヤに行く予定だったんですけど、コロナに入れないとなりましてね。じゃあ、ルエンゾリ行くかと思ったら、世界中にこのコロナが広がってね、今もはやアフリカも入れませんけど、ただ、いずれこれがね、このコロナ、これが収束したらね、またルエンゾリに戻りたいなと思ってますね。で、やっぱしウガンダの魅力はね、自然がいいでしょ。で、ちょっとルエンゾリからもっと北の方に行きますとね、西か、どっかですね、行きますとね、マウンテンゴリラがいるでしょ。ね。そしてね、何よりもね、治安がいいですね。夜、歩ける。これナイロビじゃありませんけどね、ウガンダはね、歩けるんですよ。そしてね、ナイロビから飛行機が飛んでね、ウガンダの降りるときね、上から見るともうグリーンですよね。もう本当に一面、森。ですからね、僕もまた、このコロナが収束したら、またウガンダに戻って、そしてルエンゾに登りたいなと思ってます。皆さん、日本からするとね、ウガンダってすごい遠い国でね、なんとなく馴染みがないように感じるかもしれませんけど、意外と飛行機に乗るとね、トントンと行けますんでね、トントントンかな。でもね、思ったほど遠くないです。そして、もし日本人が一番イメージしてるアフリカは危ないっていうね、イメージがありますけれども、ウガンダはね、昔いろいろ虐殺とかねっていうイメージがまだ残ってるんでね、ウガンダイコール危ないっていうイメージがあるかもしれないけど、今はとっても安全ですからね、一はいいし、人もいいし、食べ物もそこそこ、ちゃんと美味しいし、で、コーヒーが美味しいですよ。ね。ですからぜひ、皆さん、コロナが収束したらアフリカの方に足を運んでください。僕もまたウガンダに行きたいと思います。ジャンボ。大変貴重なご意見をありがたく頂戴しました。また、この動画作成にご協力をいただき、感謝を申し上げます。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。次回の動画ではルエンゾリ山地の
登山日程に関してお話しします。では次回までごきげんよう。